どうもこれです。僕は今鳥取県境港市に来ています。今日はここ境港に新しく誕生した注目のお宿に宿泊します。海玉亭めぐみというお宿です。今後ろに見えていたこれを見ればわかると思います。知らない人はいないですよね。そうです、ゲゲゲの鬼太郎なんですけど、ゲゲゲの鬼太郎の作者の水木しげるさんがここ境港出身ということで、こうやって大々的に鬼太郎を楽しめる観光地にもなってるんですね。それだけでなく、ここは漁業の町としても有名で、とっても美味しい海産物もいただける魅力的な観光都市です。このポストの上にも鬼太郎に登場する妖怪のブロンズ像がありますけど、町中にこういうものがたくさんあるんですね。そんな町に新しく誕生したスモールラグジュアリー宿ということで楽しみです。では行ってみましょう。でここの境港は意外と東京方面からアクセスが良くてですね、羽田空港から米子空港まで飛んで、米子空港は鉄道が走っていて、鉄道でここ境港まで空港から約20分で来れます。こんな珍しい鬼太郎のデザインが描かれた電車に乗って、なんでアクセス抜群ですよ。はい、でこれ正面左側、これも妖怪の、これなんて言うんだっけ、目ん玉じゃなくて目玉の親父だ。目玉の親父か。目玉親父、はい、目玉親父ね、有名なやつですよね。ごめんなさいね、僕も知ってはいるけど全然妖怪が何の名前かとか忘れちゃったし、あの歌しか分かんないですね。でここにもこんな銅像があって写真楽しめます。右手にも公園があって、結構ね、意外ととか言って失礼ですね、はい、観光客いますよ。こうやってゲゲゲの鬼太郎で、鬼太郎以外にもこう全国の妖怪が集まってるみたいなことは言ってましたけどね。でそしてこの辺にはかなり綺麗に整えられた公園もありますよね。これは最近できたような感じがしますけど、大人も子供も楽しむことができる観光地になってるっていうことです。で目の前ね、こんな感じでくつろいでる人がいますけどね。鬼太郎好きなんですか？いや昔何回か見たことある程度、知らないですね、あんまりね。あんま知らないです、はい、世代じゃないですね。これめちゃくちゃなんか可愛らしいね、目玉親父ですね。目玉親父、ニコニコしてます。ニコニコしてる。はい、どすこいさんと同じような、こう表情してますね。こんな感じで誰でも楽しめます。こっち側の駅から歩いてきたんですけど、本当に街並みが綺麗ですよね。これはもう観光地として頑張っていくぞっていう気概を感じられるほど、目の前千代結びっていう、これ昨日居酒屋で飲んだ日本酒ですけど、めっちゃ美味しかったですね。境港の地酒かな。はい、で右手、ここにもこんな感じで鬼太郎を連想させる公園がありますね。この辺の傘とかなんか出てきそうですよね、妖怪の世界に。こんな感じで本当に街の至る所にキャラクターの銅像が立ってるんですよね。これだけ広範囲にわたってこだわった街づくりをしてるコミックをもとに、そんな街はないんじゃないですかね、日本中探しても。どうつこいさん、これ同じ格好して同じ顔したら面白いんじゃないですか。やってみましょうか。はい、できますか？ちょっとこれ口が尖ってる。尖ってる。おーみたいな。そしてここに水木しげるロードと書いてますね。この辺りにまたずらーっと像が並んでいたり、左右に商業施設もある、食べ歩きとかも楽しめるんじゃないですか。そして今日泊まるお宿がこの左手にあります、海玉亭めぐみ。いや明らかに異彩をこの辺では放ってる感じがありますよね。オープンしたばかりっていうことでピッカピカです。しかもこの水木しげるロードの入り口っていうね、最高の立地ですよ。すごい、郵便局の文字も妖怪の文字だ。はい、で到着したのが11時頃で、まだお宿の中チェックインできないんで、荷物だけ預けて軽くここの水木しげるロードでグルメとか楽しみたいと思います。お土産とか買いたい場合はここの通りに来ればいろいろあるでしょうね。ここはまた千代結び酒造が作った麹甘酒とか、なんか魅力的なものが販売されてますね。うわ、これ床屋さんにもゲゲゲの鬼太郎ヘアサロン、鬼太郎打ち出してますね。鬼太郎ヘアにしてくださいとか言って来る人がいるんですかね。これ歩いてたら本当に想像以上に凝ってて面白いですね。水木しげる文庫、ここにもお土産屋さんですね。で隣にはテイクアウトできる、食べ歩きできそうなお店があって、
大山地鶏唐揚げとかいいっすよね。大山地鶏有名なブランドの鶏ですね。あとは地ビールもあるし、カニが有名なんでカニがコロッケとかもうまそう。いや、でも面白いですね。昭和の雰囲気、昭和より前の雰囲気なんですかね。流れてるんですけども、道はしっかりと舗装されてますし、お店自体もモダンな感じに作り変えられてる雰囲気が出てますよね。境港本当町王国頑張ってるから伝わってきますね。これはなんだ、また写真スポット、フォトスポットになって、妖怪のお休みでこう砂かけ屋ってなんか別府の砂風呂みたいなのあんのかな。この先妖怪、人間の立ち入りはご遠慮ください。どういうことや。多分これ廃墟にならないようにこんな感じで面白おかしくフォトスポットとしてリノベされた感じがありますよね。この辺もすごいアイデアがあって面白いですね、この街は。ここは神社がありますね。でこれが昔ながらの井戸ですね。もうすごいですね。ちゃんと出るんですね、これね。何に使うんだろうこれ今は。見たことないですよね。バケツに水を含むのかな。出てくる。手洗いそうだし。手洗うのに。でも間に合わない。いけるか。間に合わない。誰かに出してもらうしかないです。そうですね。一人で手洗い。共同作業。今ほどこんな一人で働いてる人いないですから。ああ、そっかそっか。昔はね。こうやってじゃ間に合ってない。手洗うならこっちの方が良さそうですね。この神社のところに目玉が置かれてるんで、目玉親父が水流してくれてるんで、ここでね清めることができるということです。これが正しい手の洗い方です。こんな鳥見たことないですし、中にちゃんとこれお賽銭あるんでね、妖怪って聞いたらこれちゃんとお金入れてお祈りしないと妖怪に襲われそうで怖くなっちゃいますね。ここで願い事をすれば妖怪の摩訶不思議なパワーを発揮してくれるみたいです。たくさん願い事書かれてますね、みんな。うわ、これは目玉のバームクーヘンとかありますね。これも面白い。これか、また面白いアイデアっすね。しかも名前が妖華堂って書いてます、ここのお店。ここにも妖華堂がありました。これでキャラクターのこんな感じでまんじゅうもなかが売られてるんですね。想像以上にこの水木しげるロード長いですね。後ろ側からこの正面にかけてずっと奥の方まで続いてますから。ここにも妖怪まんじゅうあります。今日温泉宿泊まるんでね、温泉入る前とかに食べたいですね、この和菓子。鳥取和牛ライスバーガー、いいですね。こういう地元のフードがたくさんある感じで、ここに水木しげる記念館っていう結構大きな立派な建物で新しい感じですよね。ここも多分劇技能鬼太郎水木しげるさんに関することがこの中に入れば知れるんですかね。で手前がね、黄色い着ぐるみがネズミ男人気で写真撮ってますけど、向こうの鬼太郎がちょっと人がいなくてかわいそうですね。どうですかさん、写真撮ってあげてください。はい、チーズ。ありがとうございます。いいですね。ネズミ男も開きました。はい、チーズ。ありがとうございます。ネズミ男。記念館の横にはこんなものもありましたよ。8日目玉親父。うわ、なんかすごい。これビジュアルだけかと思ったら、老舗和菓子店の職人による手作りで高級和菓子って書いてますからね。いや、本当に想像以上に面白いですね、ここの街は。はい、で水木しげるロードからちょっとそれて漁港がある方にやってきました。そして目の前のお寿司屋さん、 Google マップで評価高かったんでここでランチいただきます。はい、人気店ですけどちょっと早めに来たから待たずに入れました。でメニューがこんな感じで、この赤い線引いてるやつがおすすめのやつですね。右上が本マグロ、生マグロ、あと真ん中のこの境港で採れた漁港三貫盛り、あとアジとかカニとかもこの辺りは有名みたいなんで頼んでみます。タッチパネルですごい頼みやすいですね。で今の時代には珍しいですね。最近はコロナから回転寿司あんまり流さない店が多いんですけど、ここのお店はレールにもお寿司が並んでます。
でこの奥向こう側がバーベキューできるスペースになってて、しかもちょっとした市場もあるんですよね。カニとか貝類とかアワビとかイカとかを焼いて食べてるのを楽しんでる人たちがいましたね。はい、そして頼んだのが真ん中名物生本マグロで、これがなんかこのカニの軍艦溢れてますよね。これも下までね、とんでもない。さすがカニが有名ですね、鳥取は。でこれが漁港の三種盛りですね。境港で取れた。でこれがアジ、そして薄葉はぎ肝付きで、これもうまそう。ブリトロ霜乗りまくってます。そしてしじみの赤だしですね。しじみも隣の松江で有名ですから、宍道湖で。こりゃ贅沢だ。そういただきます。まずは生マグロですかね。うまい。和歌山のあれと一緒だ。生臭さが全くない。とろとろ甘い。赤身だけどとろとろ。冷凍してないんですよね。冷凍してないね。一回はね。これはうまい。だってネギトロもすごいですね。なんかもう霜降ってるような色合いでね。いやうまいね。これは日本酒飲みたい。今日の宿でちょっとね飲むから我慢しましょう。しじみ汁を。いやしじみ汁も合うね。でこれしじみがこれめっちゃたくさん中入ってる。ねめっちゃたくさん入ってる。これ贅沢な出汁出まくってる。そしてこれですよ。カニがこぼれるこぼれるこぼれる。全部いけんのかこれ。カニもうま。甘みが出てて、ほんのりこれ上に味噌も乗ってるからね、いいっすね。これもねめっちゃ甘いな。いや隣のバーベキューで焼きガニも食べて食べたいな。アジこれ身がめっちゃでかいぞ。アジといえば僕の地元九州大分ですからね。関アジ関サバ、まあ日本ナンバーワンですから厳しいですよ、大分県民アジに。アジもめっちゃうまいなこれ。アジうまいっすね。甘いっすもんちゃんと。だって青魚だから普通は絶対鮮度悪いともう生臭さがもろに出る魚なんで、大分県民も認めるうまさ。すいません、なんかマウント取ってるみたいですけどね。まあ日本はねどこでも魚うまいんですよやっぱ。これがブリかな。ブリもおすすめって書いてました。いやブリトロもとろっとろで甘い。めっちゃジューシーですねブリトロ。今まで食べた中で一番こうジューシーさが際立ってます。これが薄葉はぎ、肝も上に乗ってます。薄葉はぎはフグに似たような感じですね。ちょっとこう歯ごたえがあって淡白な味わい。全部美味しいですね。いや今日もねすごいいい宿泊まるんですけど、結構ハードル上がっちゃいましたねこれでね。夜も美味しいもの食べれるのか、多分大丈夫でしょう。で宿の前に帰ってきて、もうちょっと時間があります。甘いもん食いたいんでソフトクリームをいただこうと思います。ここのなんか三平茶屋っていうのかな、ここにも塗り壁いますけど、大山のミルクソフトと日本海の塩たっぷりのソフトクリーム、これは気になる。うまそう。これでもちょっと日に当たってるとね水色が分かりにくいんですけど、白と水色、海と山両方いただきます。鬼太郎と乾杯します。いや大山の濃厚なミルクアイスにほんのりとこう塩が香ってくるのがいいですね。甘みを引き立ててます。ちょっとこうサイダーっぽいシュワシュワっとした感じもしますね、塩のおかげで。さあそしていよいよチェックインできる時間になったんで、お宿に戻ってきました。中に入っていきましょう。ここ海玉亭めぐみは水木しげるロードへ続く玄関口に2024年11月に誕生しました。すべての客室が離れタイプで温泉もついており、夕食では地元のこだわりの素材を用いた有名シェフによる豪華鉄板料理をいただくことができます。海玉亭めぐみという名称には山陰地方の豊かな自然と文化を象徴する意味が込められています。海玉亭の貝はすべて、玉は宝石や貴重なものを意味し、地域の多様な恵みを表現しています。そして恵みは自然や人々からの恩恵を示しています。
この名称には山陰地方が日本中の神々が集まる神聖な場所であり、食、心身、水、歴史、自然など境港鳥取のさまざまな恵みを体験していただきたいという思いを込めて名付けられたということです。これ目の前は今オープンしたてなので、お祝いのお花がたくさん置かれています。で、今入ってきた建物、ここにレセプションとこっち側右手にダイニングがありますね。ここで夕朝食をいただきます。はい、では早速客室に向かいます。ここのお宿、こんな感じで4種類の客室があって、今回宿泊するのは最もラグジュアリーなココンというお部屋ですね。この目の前にある離れ一戸建てです。で、キーホルダーからこれすごいこだわりを感じる高級感ある作りですね。各お部屋によって色とかが異なるみたいですね。で、なんと鍵がこれ自動で開けられるやつなんですよね。このケースは初めてですよね。あるようでない。さすが最近できたばかりのお宿ですね。これを押すと、はい、開きました。ではここ入ります。オープン。まず入ると玄関、こんな感じで広々空間です。段差がないのでバリアフリーですね。早速中に入ると、まずはリビングエリア、こんな感じでセンターテーブルがありますけど、水木しげるロードの中にあるってことでね、なんかこうゆっくりと絵を描いたり執筆できたりしそうな雰囲気ですよね。一人腰掛けて。で、右手にここがベッドですね。ちょっと小上がりになってて、上が畳かな、はい、畳素材になってて温かみを感じられる空間ですね。色合い的にはすごいこう落ち着いたトーンでシンプルな色合いになってますね。で、奥の方までとっても広々とした空間ですね。リビング、これ確か客室が120平米ぐらいあるんでね、もう贅沢すぎる広さです。このソファーもね、こっちが手前側にも向こう側にも足伸ばして2人でここ寝れるぐらいのスペースがあります。とんでもない広さで、真ん中にセンターテーブル、テーブルのここの箱を開けてみると、こんな感じで生活感あるものは隠すようにしてるわけですね。ちゃんとこれテレビも最新で YouTube も見れますね。みんなで小屋トラベル見ましょう。せっかくこんな大きな立派なソニー製のテレビがありますからね。ソニーは高級品ですから、テレビでさらっとこの左側に小窓があって光が入ってくる雰囲気もいいですよね。そしてこっちにも、ここにも小窓があるんですよね。光を感じられて照明があって、ここが目の前に姿見がありますね。つまり、はい、クローゼットですね。ここに洋服をかけることができるようになってます。で、ウォークインクローゼットみたいな形になって中に入ることができて、下にセキュリティボックス、そしてこの辺にアメニティですね。で、このカゴもすごい可愛らしい。これもローカルにこだわった地元のお店で作られたものが置かれてるみたいですね。これを持って近くの水木しげるロードに浴衣で散歩するとかができるわけです。で、右手に浴衣がありますね。なんかすごく浴衣いい感じですね。これが足袋で、これが紺色のやつがこんな感じで上下タイプになってますね。はい、上下タイプもあるし、こっちが浴衣。これ色合いがいいっすね。水色がアクセントカラーで、このちょっと落ち着いた色合いの茶色で、奥の方にはこのオレンジのアクセントカラーと濃い茶色ですね。浴衣もなんかこのハイセンスですね。色合いがすっごいおしゃれで、羽織物もこの灰色グレーのやつですね。明るいタイプので、もう一回ちょっと戻ってみると、ここにミニパースペースがありますね。パーカウンターになってます。こんな感じでお酒置かれてるんですけど、なんとこのお部屋のこのお酒はオールインクルーシブになってます。ウイスキーも置かれてますからね。ウイスキーオールインクルーシブって今まで見たことないですよ。しかもこれは地元のジンもこれ置かれてて、右手には梅酒ですね。いや、これはね、普通は有料にするタイプのお酒だと思います。このタイプがインクルーシブっていうのは本当初めてで、下にソーダもあるんで、割って楽しむことができるようになってるっていうことですね。で、グラスが置かれてて、ここにはちょこんと可愛らしく飴のお菓子が置かれてるんですかね。で、右手ここにもグラスがあって、なんかこのクリスタルな感じがすごい高級感がありますね。なんか有名なブランドのやつなのかな。ディエゼルっていう風に書いてます。そして下にはバルミューダの電子ケトルがあって、ゼロ缶コーヒーって書いてますけど、製造者が鳥取県って書いてるんで、やっぱりこれもローカルのものを置いてるっていうのが素晴らしいですね。
で陶器もね、これこだわりのものが置かれてます。それぞれの客室で陶器が違ったりするみたいですね。で同じ工房じゃなくて違う工房の陶器が置かれてて、ね、全て一緒に揃えた方がなんかコスパが良さそうなんですけど、そんなことじゃなくて本当にいいものがあったらね、それぞれの客室で違いを出して楽しませるっていう工夫が見られます。これは陶工房ねねという鳥取県地元の工房窯のものが使われてます。やっぱ陶器はね、この旅館に泊まったらどんなものか見たいし、テンションが上がりますよね。この湯飲みの下のこの素材もね、すっごい高級感あっていい感じで、ここのバーカウンターのところにもシンクがあるんで便利ですよね。で下に冷蔵庫、栓抜きも置かれてますけど、開けてみると、この中もドリンクが入っててインクルーシブでいただけちゃいます。大山の天然水、そしてこれ丸ごとトマトですね。これも地元鳥取のトマトジュースで、こっちには大山地ビール置かれてます。 G ビールって書いてますけどね。こっちがペールエールのビールで、これがバイゼン、違うタイプ。この辺もめちゃくちゃ評価全国的に高いみたいですね。 G ビールとしてこの大山のビールっていうのは。そして梨汁サイダー、これも鳥取のジュースですね。アルコール好きな人もそうでない人も楽しめるラインナップ、これも素晴らしい。でここのクローゼットの先に扉がついてて、これを開けるとこんな感じで回遊性のある作りになってるんですね。でベッドを見てみると、なんかここに袋がありますね。この中何が入ってるんだろう。これ袋の中に入ってるのは茶葉みたいなやつですね。香り付けなんですね。これ枕でいい香りを漂わして熟睡してくださいっていう心遣いですね。そしてベッドサイドにはコンセントがここにありますし、こういう風にどこのライトか書いてくれてるのはいいですよね。いつもこれ全部消すのに手間かかるんですよね。そしてこっち側右手にはテラスのエリアが見えてますね。どすこいさんがゆっくりとくつろいでる風ですけど、動画編集してます。で温泉も見えてますけどね。こっち側から行きましょうか。でその前に目の前に印象的な絵が飾られていますけど、この辺も各部屋によって違うアートが飾られていて、有名なアーティストさんの絵ですね。客室によっては地元のアーティストさんのものが飾られていたりして、今回はちょっとルームツアーできないんですけど、とあるお部屋のブルーのとっても大きいアートがね、本当に美しかったですね。そしてこっち側が水回りのエリアになりますね。入っていって、まず左手側に洗面台ですね。このなんか壁のデザインも高級感を感じられる作りですよね。この丸型で間接照明が光を放っているのも月を連想させるような感じでいいですね。そして下には洗面台があって、アメニティ類はリファのドライヤーが置かれていて、ここには拡大鏡、そしてタオルとかティッシュで、このハンドソープ見るとフロートって書いてますけど、これも地元のものにこだわっているんですよね。裏面見てみるとこんな感じで米子っていう風に書いてます。鬼太郎ロードもそうですけどね、ここでしか味わえないローカルさが前面に出てるのがいいですね。でここのアメニティ置いているところには一枚板がね置かれていて、肌触りがこれめちゃくちゃいいですね。スキンケアの手順とかも書いてくれてるんでね、この男の人でも大丈夫ですよ。しっかり今日は肌を整えましょう。でコップやこの辺は各種アメニティかな。歯ブラシとか櫛とか、ヒゲ剃りかな。今回はメンズ2人で泊まるんで。さらにはアメニティグッズがこんな袋に丁寧に入れられてますね。これもしかも全部地元のものが使われてるみたいです。袋を開けてみると、これ真ん中が砂丘っていう風に書いてますね。砂丘で栽培されたラベンダーの精油使用っていう風に書いてますね。で右下が黒文字、これが化粧水ですね。黒文字っていうのはこの辺りのサインではよく使われる葉っぱ、薬草みたいなやつみたいですね。でボトルはこれ右手から乳液、オイルにボディーソープ、シャンプー&リンスがこれソープになってるんですね。こんなん初めて見ましたね。どんな感じかちょっと使うの楽しみですね、これ。で、これ砂丘で中にこんな感じで説明が書かれてますね。この辺のアメニティも全部地元を大切にしたグッズばっかり。で、このアメニティキットの中にはヘアゴムとか綿棒とかが入ってました。これが館内の案内なんですけど、各種アメニティも竹製のアメニティで持続可能な未来を目指すっていう風に書いてますね。で、この下のタオルもね、置くとこっち側にあるんですけど、
ちゃんとこの開玉亭っていう風に書かれてるんですよね。でこの先の扉を開けると、ここがトイレですね。新品のピッカピカです。TOTO製。そしてこっち側ですね。ちなみにここに追い炊き機能があるんで、これお風呂は自動で入れることができるっていう便利さですよ。でタオル掛け、そしてバスローブもあって、素材もなんか厚手ではないですけど、これ肌触りがすごくいいですね。でまずはこっちの右手ですね。これは何？浴室乾燥とか床暖とかになるのかな、ちょっとわかんないけど、開けてみるとこんな感じで、まずは内湯があります。シャワーもこれレインシャワーもあるし、ハンドシャワーもあるし、あの辺にいろんな持ってきたアメニティ類とかも置くことができるし、左手には広々内湯です。深さもあるし、足を思いっきり伸ばせる広さはこれあるんじゃないですかね。しかもこれ枕もついてるんでね、気持ちよくて寝ちゃうパターンですよ、これ疲れてたら。でお楽しみの客室露天風呂に行きます。こっからオープンして、やっぱ出来たてほやほやだから、これもうヒノキの香りが外にいても香ってきますよ。そしてこの立派なヒノキの湯船ですね。2人でゆっくりと足を伸ばして浸かれる広さがあります。いや、到着した瞬間にこれもずっと流してくれてるんで、すぐにいつでも好きな時に入ることができます。そしてさらにですよ、ここはこの宿で最もラグジュアリーなんで、これだけじゃ終わりません。これまず広々テラスもそうなんですけど、こんな感じでリクライニングチェアもあります。はい、どすこいさんもいます。リクライニングせずにハードワークしてます。大変だわ、あ、編集大変ですか。大変だわ大変なんですよね。こんな感じでヘラヘラしとそうですけどね、めちゃくちゃ大変です。どすこいさんの編集はアフレコが本当に分かってくださいね、皆さん。それを今回はちょっと癒しに整えに来たということで、さらにはここにサウナがあります。いや、もう客室にサウナってもう夢ですよね、本当にね。僕も結構宿泊まってますけど、なかなかないですから、このケースは。で開けてみると、はい、こんな感じで広々スペース、2人で泊まるんでこれ余裕の広さを誇っております。そして、この辺にはタオルが置かれてるのかな、マット、あとは温度計であったり、まだこれつけてないんでね、温度上がってない状態です。でさらにはこれ見てわかる通り、ロウリュも楽しむことができます。素晴らしい。この横のスイッチつけて30分ぐらいであったかくなるみたいです。楽しみ。はい、では今日はここで一泊です。最近泊まったお宿の中でも最高級にラグジュアリーなお宿だと思うんで、テンション上がりますね。やっぱ最近サウナ好きなんで、サウナがあるっていうだけでもいいですし、このリビングがもうほんと持て余すほどの広々とした空間ですよね。これだけ余裕がある作りっていうのもやっぱ美術館とかね、アートを際立たせるためにそういう作りにしたりすると思うんですけどね。あそこにアートがありますけど、ここは水木しげるロードということで、ちょっと自分もクリエイターになったような気分にもさせてくれるんですかね。でもドリンクも含めて陶器とか全てのアメニティグッズが地元産っていうのもポイントが高いですね。で、この客室の料金は2名1室2食付きで1人当たり8万円台から宿泊できます。ここは最もラグジュアリーというところで、それなりのお値段はしますけど、夜も本当にこだわりの鉄板料理がいただけるみたいなんでね、楽しみです。で、他の客室では2名1室2食付きで1人当たり7万円台のお部屋もあります。料金は変わっていくので、最新の情報は概要欄からぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ他の客室も一戸建てで全然雰囲気が違うみたいなんで、そっちも見せていただけるっていうことなんで、見に行ってみましょう。はい、では他の客室見せていただきます。まずはこの芽吹という客室ですね。入ります。はい、まず入って、照明もなんかこれ月を連想させるような高級感ある作り。右手には絵もありますね。そして広々玄関から中に入っていきます。そしてこっち右手、リビングがこのお部屋もとっても広々空間になってます。そしてここのお部屋は自然を感じられる、木のぬくもりを感じられる客室ですね。天井もヒノキの板ですかね、貼られていて、入った瞬間木のいい香りが漂ってきました。そして真ん中に大きなソファー、テレビがあって、この辺りのテーブルもね、こうやって下は木が使われているんですよね。で、奥がベッドがあって、ちょっと小上がりになってて、畳の上にベッドがあるというね、この
日本らしい和の空間にあふれてますよね。奥の方の障子も組子細工があって、これも高級感を演出しています。でもう一回振り返って、ここの客室はこうやって小上がりの畳があるんで、4名複数名で泊まるときは多分ここに布団を敷くことができるんで、一番広々と大人数でもくつろげる客室みたいですね。いやでもいいですよね。ここの小上がりの和室って最近の住宅とかでもよく使われると思うんですけど、段差があるんで、ここに座ってゆっくりくつろぐこともできるんですよね。普通の和室よりもやっぱこっちの方が快適性が段違いだと思いますよ。ヨギボーみたいなソファーもありますし、個人的にはこの木の雰囲気好きだから、この客室もいいなっていう風に思いますね。このエアコンも木の柵で隠してる感じが素晴らしい。そして目の前には茶器などがあって、僕の客室の陶器とやっぱりデザインが違いますね。で玄関にあった絵と、ここの右手そして左手にある絵、これが米子のアーティストの安藤真央さんという方の絵みたいです。でこれがね、たまたま客室の名前と同じ芽吹という絵みたいですね。別に芽吹という客室だから準備したんじゃなくて、本当にたまたまこの絵が客室に合うからというところで同じ名前ということですね。思いのあるものを通して通ずる部分があるんですね。そしてこっちに通路があって、ここは一応このスライド式の扉になってますね。バリアフリーにも対応しているというところでしょうか。で右手に洗面台がありますね。ここも本当に完全に木のぬくもりを感じられる空間になってますね、全体的に。そして隣、ここの扉もすごいこれ大きいですね。なんか車椅子とかでもしっかり入っていけそうなぐらいの大きさで、目の前トイレですね。そしてこっち側、まず左の扉を開けると、ここが宇宙です。このお部屋も広々宇宙にシャワーで、露天風呂はどんな感じかな。これも雰囲気いいですね。丸型のヒノキ風呂になってます。温泉が竹からちょろちょろと出てきているのが風情があって素晴らしい。でこっちの玄関の方にまだ見てないところとして、ここですね、クローゼットがある感じです。で次に見せていただいたのはこのジョーゴという客室ですね。わあ、これ入ってきたら玄関の照明がとっても素敵ですね。早速これ目の前に客室露天風呂見えてますけどね、これ向こう側に入ってじっくり見ましょうかね。まずはここで左手にクローゼットがあって、そして中入って、この客室も100平米を超える広々空間です。まず左手に大きなソファーですね。ここで足を伸ばしてテレビを見ながらだったらもうここでも寝れちゃいそうです。そして右手にはベッドですね。でこの客室はさっきの木をふんだんに用いた客室とはまた違うテイスト、黒を基調としたシックモダンで落ち着いた心を安らげる大人の空間っていう感じですよね。でこっち側に冷蔵庫とか各種カップなどが置かれていて、で一応これベランダにテラスみたいな空間がありますね。もう瞑想とかができそうですね。ここで座禅組んで心を安らげるっていうことです。そしてもう一回振り返って、向こう側ちょっと襖がね、古き良き日本の旅館を連想させる作りになってますよね。こっち側の手前側はモダンな作りですけど、でこれ先進んでいくと下になんか空間がありますね。これをくぐっていくと、この客室は唯一こんな感じで茶室があるんですね。なんで本当に心をリセットしてくつろげる空間が用意されている客室ですかね。外国の方とかも泊まる機会があるでしょうから、この古き良き日本の伝統茶室空間も体験してくださいと、そんな素敵な体験も用意してくれてます。この掛け軸もアーティストの方に描いてもらったものみたいです。この客室もベッドの後ろに素敵なアート作品が飾られていますね。でこっちの右手側が水回りのエリアかな。左手にタオル類や洗面台が目の前にあって、水回りもね、さっきの木のテイストと違って、ここも黒基調シックモダンでかっこいいです。で奥にトイレがあります。そしてお風呂、ここも内風呂がありますね。ここも黒基調です。はい、かっこいいですね。で
右手、この扉の先に、これもいいっすね。石風呂。さっきまではヒノキ風呂だったんですけど、こっちはこっちでまた自然を感じられる素敵な露天風呂になってます。浴槽サイズの2人で足を伸ばしてゆっくり浸かれる大きなお風呂です。どの客室にするか、これは迷いますね。それぞれに魅力がある。こちらのお抹茶なんですが、これ黒餅という葉の入ったお抹茶になります。爽やかな香りのお抹茶になっております。黒餅って爽やかな香りばっかりではなくって、胃とか腸の壁も修復するような働きもありますし、アメニティの方にも黒餅使ったものがございますけど、やっぱり外も壁なので、日焼けの後のアフターケアであるとか、肌荒れとか、そういったものにとてもいいようなので、アメニティの方にも使わせていただいておりますので、またご覧になってみてください。わかりました。羊羹いただきます。弾力がこれしっかりあって、濃厚な甘みがちゃんと口の中に広がっていきますね。すごい上品な羊羹で、この辺り和菓子のクオリティも多分高いんですよね。松江が確か京都と同じようなくらい和菓子作りが盛んなところなんで、隣の島根県の。そして抹茶も。すごい、本当に黒文字の香りがしますね。いや、黒文字の香りがするって僕初めて黒文字知ったんですけどね。知ってんのかよって思ったんですけど、さっきのベッドの上にある香りの袋、あれにも黒文字が入ってるみたいなんですよ。それ香ったから確かに似たような匂いがするなっていう感じですね。全国的には僕も知らなかったですけど、この辺りでは結構普通に使われてるみたいですね、黒文字っていうのが。香りもいいし、薬草としての効果もあるみたいなイメージですかね。最強じゃないですか。でもやっぱ来たことのないところを旅して、こういういい宿に泊まるとね、そういう地元のいいものを必ず使ってるんで、いろいろ知れてやっぱ勉強になりますよね。さあ、茶菓子で糖分入れて温泉入りましょうかね。夕方の時間になってちょっとずつ薄暗くなってきましたね。では入ります。これは気持ちいいっすね。広々とした浴槽で足を大の字にして、やっぱね、ヒノキの香りがしっかり香ってくるんで、本当にリラックス効果が高いですね。泉質はこれ海家温泉からの運び湯っていう風に言ってましたね。駅近で観光地もすぐそこで立地抜群ながらも温泉も楽しめるっていうのは素晴らしいですよ。ローカルドリンク堪能のお時間がやってきました。梨汁サイダーいただきます。いやー、本当に浴槽広くてこれ快適だ。いただきます。これ新食感ですね。梨のさっぱりとした味もしっかりと漂いながらも、すごい炭酸が効いててシュワシュワ。熱い温泉と一緒に飲むドリンクとして最高ですね。気持ちいい。そして温泉だけじゃなくて、このサウナタイムの始まりです。ロウリュして、これだ。蒸気が一気に出てきて、体が芯から温まる。気持ちいい。これはいいっすね。で、水風呂に関してはね、中にある湯船に水を張れば水風呂にできるんで、なんで、サウナも水風呂も温泉も一気に堪能できちゃうっていう贅沢っぷりですね。最後。これは至福だ。じゃあ風呂上がりはビールですね。うっす。うまいですね。これ飲みやすい。すごいすっきりとしてて、確かに書いてる通りバナナを思わせるようなちょっとフルーティーな香りですね。思わせますね。白ビールみたいに甘みがあって、これは飲みやすい。すっきりですね。ぐいぐいいっちゃいそう。大山でビールが作りが盛んって知らなかったですね。知らなかったですね。徳川さん、でも白ビール好きなんじゃないですか。多分ね、これ甘いの好きですね。W 上海でも飲みました。ヒューガルデン。
あ、そうでしたっけ。ヒューガルデンローズ。ああ、なんか飲んだ気もするな。美味しかったと思う。覚えてないんだ。めっちゃうまいって言ってたよ。あ、そっかそっか。ああ、記憶はちょっと、上海の料理が、ね、衝撃的すぎて、そうですね、そっちばっかり。カニがね。そうですね。いや、夕食楽しみですね。ね、楽しみ。この後。生まれて初めての鉄板焼き。そうですね。ね、どうぞ楽しみだ。ね、焼きそばとお好み焼きしか食べたことないから。鉄板は。ありがとうございます。失礼します。あ、そうですね。ちなみにディナーはさっきのカウンター席とこんな感じのテーブル席、そして1日1組限定で完全個室の準備もあります。この完全個室からも奥の窓から鉄板でお料理しているシーンを見ることもできます。で、これがマジックミラーになってるんで誰からも見られることはありません。客室もダイニングも完全プライベートです。はい、そしてメニュー表は2種類あるんですけど、今回は最上級の極みコースですね。上から下までラインナップ並んでますけど、なんとね、これの通り出てくることもあれば、やっぱりね、海の状況によってその日一番美味しい魚っていうのは、海鮮類っていうのは変わってくるんで、その時に一番いいものを提供してくれるみたいです。なんでメニューが変わることもあるということですね。そしてドリンクのメニュー表はこんな感じですね。左手にビール、ウイスキー、酒、この千代結びっていうのがね、北郎ロードにもありましたし、昨日も飲んでめちゃくちゃ美味しかったです。右手に焼酎、あとは梅酒、柚子酒、ノンアル系ですね。そしてフレンチの鉄板焼きということで、スパークリングと右手にもこれが白ワインかな。で、次のページには赤ワインもずらりと並んでいます。やっぱワインのラインナップ豊富ですね。こちらは千代結び酒造さんが作られた空というスパークリングのお酒でございます。ワインのような風味がございますのでお試しください。はい。これが料理の始まりのご挨拶でございます。シャリの方は赤酢を使ってシャリワイン、その上にスクランブルエッグ、それにオレンゴーゴーのロースの肉をあしらい、ウニとキャビアをあしらってございます。で、ホールを少しあしらって召し上がってください。でもこれ一気にいっちゃうのもったいない気がする。これはね、一口で食べていただきたいんですけど。あ、やっぱそうですか。ね、いっちゃいましょうか。一気にいける？いやー、これは贅沢な味わいですね。最初そのレホールっていう西洋風のわさびの味がツーンとくるんだけど、その後にウニとサーモンのイクラの甘みが一気に広がっていて中和させてくれて、最終的にはね、もうほんとこうちょうどいい味わいになっていくっていうか、そこに上品なキャビアの風味と、あと大葉でこうちょっとさっぱりと最終的に、後味もすっきりした感じになって、これは贅沢な一品ですね。確かにでもこれ一口でいった方がいいかもしれないですね。一緒にこうマリアージュを楽しむで、これですね、スパークリングの日本酒。いやー、これもあまり日頃飲まない味わいですよね。日本酒の風味しながらもスパークリングの炭酸がしっかり効いてるんで、すっきりとした飲み口で、本当にお料理も和洋折衷で、この飲み物もね和洋折衷で合ってますね、やっぱね。境港のサーモンでございます。それの車エビのポピエット、そして境港のサーモンの卵でございますね。上に来ていくらでございます。下の方には北海道はオホーツクのホタテ貝のタルタルを引いてございますので、混ぜ合わせながら日常のほうれん草のピューレ、トマトのクーリーと一緒にまた召し上がってみてください。これも一緒に食べた方がいい感じです。そうですね。わあ、ソース、まずはほうれん草ソース。いやー、これも贅沢すぎますね。はい。
さっきはウニとキャビアといろいろ入ってて、今回もこれ境港産のサーモンなんでもう鮮度抜群だし、だからサーモンとエビとホタテ一緒に口の中にこれ入れるなんてね、やったことないですよ。トロトロの脂身のあるサーモンにね、イクラのプチプチの食感でも楽しめるっていうね。でマリネ洋風な風味に仕立て上げられてますね。はい、オリーブオイルとバジルと洋風な風味で、またこれはスパークリングの日本酒が合いそうですね、お魚料理に。いやーうまい、最高ですねこれね、めちゃくちゃうまい。まあね、こうよくある旅館だとお作りで普通にお刺身が出てくるみたいなケースがねあるあるなんですけど、これはやっぱ普通じゃないものが出てきて、しかもこう普通じゃないものって美味しくなかったりするんですよね。はい、普通じゃないのにめっちゃうまい、そして楽しませてくれるっていう、さすがっすね。今日かぼちゃのスープ、わさびの入ったクリームのエスプーンを浮かして使いますので楽しんでみてください。いやスープもでもこの器もすごいですね。形がなんか三日月みたいな感じになっててね、濃厚なパンプキンスープですけど、ちょっとこうクリーミーさがある感じで、わさびですよね。わさびのエスプーマっていうことで、ほんのり本当にほんのりこうわさびの香りが香ってくる感じですね。絶妙な味わいですねこれは本当に。こういうかぼちゃもはい、取れてから1ヶ月近く日向ぼっこさせて、かぼちゃに熟成をさせて、それで皮を剥いてスープに作りたてて、それで甘くなるんですね。甘くなる。日に当てて熟成させればかぼちゃが。そうなんだ。今日の魚はこれですね、タイみたいです。でとっても大きいサイズのタイを使ってくれてるというふうに言ってます。これはオレイン55っていう鳥取産の牛肉みたいです。これ結構弱火でじっくり火を通す感じなんですか。ちょっと少し白ワイン皮目を弱火にして鉄板の加熱のとこからちょっと外したところでカリッとなるべく焼いて、それで8分通り魚に火を通して返します。ちょっとだけ寝かせるんですね。あ、それで出来上がりなんですか。マダイのホワイト、魚の上にこういう白身の魚にはタプナードという黒オリーブのソースが夏って食べると美味しいということで、タプナードっていうソースをのっけてます。下の方にはグルノーブルっていうフランスのグルノーブル地方の特有のソース、アンチョビ、ケッパー、そういった酸味のあるもの、入ったものをソースに使ってます。で、上の方はラタっていうユっていう細かい野菜ですね。これトマトと一緒に煮込んだものでございます。それに香草とベジトマトとかっていう飾ってございますので、一緒にまた楽しんでみてください。さあこれも楽しみですね。この大きな肉厚のタイにこんな上品な味付け。じゃあ一つお願いしていいですか。はい。スプーンとフォーク使って食べてこれでナイフとスプーンで切るようにしこっちにナイフにするんですね。ナイフ代わりああそうなんですね。であ切ったらあ本当ですね。フォークでスプーンの方に乗せるように、あフォークと魚を乗せるよあうにしてなるほど。確かにそれが一番食べやすい。これでタップナードとグルノーブルのソースとタイを一気にいっちゃいます。しっとりと焼き上げられたこのタイにじわーっときて、じゅわーっときます。うまさがじゅわーっと出てきます。箸だけで食べるとそこまでの味わいっていうのは、そうですね。やっぱ一緒に食べるとはい、ね、いろんなこうそれこそマリアージュというか、分かっていただいてありがとうございます。いや本当にこの黒オリーブとアンチョビソースと、はい、そこにこのグルノーブルのソースの酸味が効いてきて、すごくバランスが良くなる。それだけに仕込みに時間をかけております。いや魚もこれうまいですね。ちょっとこうほんのり最後火通しただけだから、ね、もうふわふわでしっとりで、それでいて表面は香ばしい。これも絶品だ。美味しそうなお肉が焼かれ始めました。奥の方には
焼き野菜ですね。おすすめはありますか？ミディアムレアですか？レアが美味しい。レアの方が美味しいんですか？綺麗な。あ、じゃあぜひそれでおすすめで。これオレイン酸っていうのはうまみです。うまみですね。右の方からレフォールっていう洋わさびですね。真ん中がモン・サン・ミシェルの中で製造されているカマールという塩です。左が自社で作っている醤油ベースのソースです。好みでまた召し上がってみてください。これが鳥取和牛オレイン55ヒレ肉ですね。レアがおすすめということでいただきます。こちらオーガニックのシラーとブルマッシュを使ったワインになります。コートジュローニ地方にあります。さあ楽しみですね。鳥取和牛初めて食べましたよ。このオレイン55ヒレ肉、この西洋わさびを乗せて醤油かな。これめちゃくちゃうまいですね。めちゃくちゃうまいです。なんかそのさっき見たら赤身の、ね、面積がかなり多いのにめちゃくちゃ柔らかいし、後味もやっぱヒレ肉だからさっぱりしてて何切れでも食べれそうな気がするこれ。なんかあと後半になるとちょっと重たくなったりするけど、そんなこと全くない。それでいてしっかり赤身のうまみと、ジューシーさもやっぱ程よくあるし、めちゃくちゃうまいですねこれ。だからいろいろ食べたけどこれマジでうまいですね。はい。そして赤ワインです。うまいです口当たりがすっきりとした感じなんですねこれはね。シラーですからね。はい、ほんのり辛みがあるけど、でもこのお肉がしっかりこう旨味が出てるからバランスがいい感じになるんですねこのワインが。それが食べ合わせすると覚えてくるともっと面白いですね。よくおしゃべりしてくれば口の中の唾液が回ってきて、はい、今度塩で飲んでするとまた違った味がして。すごいな。食べ始めはお醤油の方。食べ始めはお醤油だけど塩でいただくと。あー、これもうまい。それに向かったら今度空気をできる。ワインを口に含んでふーって空気を入れると。あー、でも全然確か風味変わってきますね。空気を入れる、そんな考えたことなかった。グラスをこうワインに入れて回すっていうのは空気と攪拌するわけです。ああ、こうやってやりますもんね好きな人は。ああ、こうやってやって空気入れることでまたワインの風味も変わってくる。そのもの。ああ、でそれを今自分でこう空気を吸うっていうこともできるんですね。で味わいの変化楽しむ。いやー、まだまだですね。何も知らなかった。めちゃくちゃ勉強できますね。ガーリックもやっぱこうやって弱火で、ね、焦げちゃうんですよね。ガーリックライスが今からできますよ。絶対うまいこれ。ザーサイを入れる。中華風ですね。ああ、確かに中華風な感じ。ガーリックライスも出来上がりました。うまそう。いただきます。そして味噌汁も出てきました。これが宍道湖のしじみが使われていて大山の味噌ですね。漬物も自家製ですね。いただきます。ガーリックライス。うわ、うまっ。これもお米もね、大山のお米を使ってるっていうことでね、お米の品質も高いですよねこれ。いや、そのガーリックの味わいとこの胡椒の振り具合がもう絶妙ですね。本当に濃すぎない薄すぎない、ほんのりバターの風味もまろやかに広がっていきますね。大山の方が作ったこの味噌ですね。1年寝かせて作ったものらしいです。まだ熟成中なんで味噌がだんだん色が黒くなってくると思うんですけど、
ああ、へえ、これ熟成が浅いとこういうバターみたいな風味になるんですね。へえ、でもガーリックライスとこううまく合うような感じですね。バターのような風味の味噌汁だから。ああ、下の方に行くとしじみの出汁もいいですね。ね、ぬか漬けもうまっ。あ、漬物もうまいですねこれね。白いのはカブですね。カブですね。漬物もこう漬けすぎてもダメですよね。漬けするとちょっと酢がこう強い酸っぱい感じになるけど、ね、それが本当に程よい感じですね。そう酸っぱすぎることもないし、でぬか漬けのこのいい感じの風味も広がっていく。これも味噌汁と合うわ。やっぱ日本人はこれですね。味噌汁と漬物、これが落ち着きますよ。で最後はまたおかわりでちょっとお焦げがついたガーリックライスもいただけて、ちょっと香ばしくなっていいですね。これはなんかこう一つのお料理なのにいろんな味わい風味を楽しめるっていうのがいいですね。本当にどのお料理も。オレンジのフランで白ワインジュレがかかってダンティドかかっております。チョコレートのガナッシュにティラミスをで牛乳のアイスクリームでカルマというワインのソースを使ってダンティドかかっております。そして一緒に大山の和紅茶が出てきました。はい、じゃあね、このダンティルだけをまずはちょっと食べてみてくださいって言われたんで。崩れちゃいました。これはうまいやつだ。ナッツとキャラメルみたいなこう風味ですね。そしてアイスとオレンジのフランですね。白ワインも使われてる。うわ、すっごいな、これトロトロな感じが。これまた唯一無二のここでしか食べたことがない味わいですね。これをバケツ一杯食べたいという人がいたんです。あ、バケツ一杯食べたいっていう人が、もちろんもちろんです。はい、これなんかそのバニラの旨味ももちろんあるけど、バニラだけだと甘いだけになっちゃうんですけど、そこにオレンジの酸味が効いてきて、で白ワインのこう上品な風味と、あとこのナッツのサクサク感とアーモンドのねこう香ばしい香りと、もう全てを楽しめるデザートですね。これはうまい。ドースコイさんが食べたそうでしょうがないんでね、はい、一口あげます。狙ってますこれ。これバニラアイスもう全部一緒に、バニラアイスともっともっともっと、はいはい、うまいですね。うまいっすね。新しい食べ物ですね。革命ですねこれは。うわ、デザート界の革命が鳥取で起きていた。鳥取で起きていた。鳥取で起きていた。やばい、これめちゃくちゃ美味しい。うまいですよね。うわ、バケツ一杯食べたいって人がいたそうで。食べたいこれは。めっちゃ気に入ってるやん。めちゃくちゃこれ革命ですね。こんな食べ物あるんですよ。これはうまい。普段だからちょっと下がこうプリンみたいなね生地もあります。プリン好きですしね。そうそうですね。マスカルポーネチーズ。でもこれはこれで美味しいですね。こうティラミスだけどこうチーズのちょっと酸味が効いた感じと、ちょっとサクッとした食感も中に入ってますね。なんか生地がありますよね、クレープみたいな。ちょっとなんかデザート美味しすぎてもう一気にこう食べちゃってね。ドリンクも和紅茶を。和紅茶も美味しいですね。本当に和洋融合のパレードでしたね。これはね、最後のこの和紅茶まで。この最後のデザートはこうフルーツだけとかね、バニラアイスだけとかそういうのが一般的だと思うんですけど、さすがですね、この10万円超えのお宿はデザートまで妥協がない、そして今まで食べたことがない味が出てきます。その価値があるってことですね。海玉亭めぐみオリジナルブレンドのナイトタイムのオリジナルです。はい、でね、僕はコーヒーが好きっていうのを話したらね、コーヒーも出てきました。本当はこのコーヒーを飲んで最後お茶ですっきりっていうのがねいいみたいですけど、コーヒーもいただきます。うまいですね。これ香りが本当しっかり出てますね。コーヒー豆も季節によってその時々で一番鮮度の高いというかね、いい豆を仕入れて違うものを提供していく予定みたいですね、これからも。
いやそんなお宿なかなかないと思いますね。基本的にはもう一つ選んだらそればっかり使う。コーヒーはね、そんな感じだと思うんですけど、細かいところまでいいものを提供しようっていう工夫が見られるっていうのは本当素晴らしいと思います。でしかもですよ、これ夜用のコーヒーとお部屋に置いてるコーヒーと、あと朝のコーヒーも違うものを出すっていうふうに言ってましたね。いろんなフレーバーを楽しんでほしいっていうところからとんでもないですね。いやーよかったですね。鉄板焼きもこの和洋折衷でありつつ、鳥取の幸をふんだんに利用したお料理がたくさん出てきて、フレンチの技法、そして和の技法、なんだかんだね、やっぱこの和とフレンチの融合っていうのが一番うまいなって個人的には思うんで、まあ美味しかったです。間違いなく。どすこいさんも感動してます。めちゃくちゃ美味しかった。人生初めて鉄板焼き最高でした。やっぱ焼きたてがね、間違いなくうまいですからね。ガーリックライスも最高ね、ガーリックライスもステーキも。で本来だったらこの一品ずつ楽しむこの海鮮類を一緒にいただいてフュージョンを楽しむっていう、これまた非日常ですね。普通はお寿司とかお作りで一品ずつなんですけど、もう一気に全部のフュージョン楽しんじゃうみたいな遊び心もありますよね。まさに非日常です。うまかった。で今正面宿で一回外に出てきてみたんですけど、ここライトアップもされてるんですよね。目の前妖怪が浮き出てるのが分かりますかね。こっちの右手のところにも浮き出てますし、ここですね、こんな感じでこうやってライトアップして妖怪が浮き出てきてるのがこれ奥の方まで続いてるんですよね。なんで夜もここは街歩きをゲゲゲの鬼太郎好きな人にとってはたまらないでしょうし、好きじゃなくてもね、これ歩いてたら結構面白いですよ。止まらないと楽しめないですよね。こういうライトアップの景色っていうのはなんかすごい特別感がありますね。お昼はたくさん人いますけど、夜はこうやって静かな空間でゆっくりと歩いてね、カップルとかだったら浴衣着てゆっくりとロマンチックな雰囲気で歩けるんじゃないですかね。ロマンチックなのかちょっと分かんないですけどね、妖怪たちがたくさんいるんで。でもこれはこれでね、ここでしか味わえない楽しそう。絶妙に間に合わない。なんかこの夜の神社もこれ奥の方が赤い照明だからすごい妖怪が出てきそうな雰囲気で面白いですね、ここも。はい、そして夜もゆっくりと客室露天風呂でくつろいでます。お昼の日中の時間帯はここの周り観光地なんでちょっと賑やかな感じでしたけど、夜になると全く人の声も車の音も聞こえてこず、なんかね、やっぱ観光地に夜までいて宿泊するっていうのは優越感というか特別感が間違いなくありますね。以前行った宮島とかもそうでしたよね。日中は観光客で賑わってるけど、それだけじゃ味わえないこの夜の静かな空間の中でゆっくりとくつろげると。でもやっぱ露天は冷たい空気が流れてきて温泉が気持ちいいですね。夜の温泉気持ちよかったですね。で、気になるアメニティなんですけどね、石鹸使ってシャンプーとリンス人生で初めてしたんですけど、ゴシゴシして泡立てていくとすごいオーガニックのアロマみたいないい香りが漂ってきて、香りで楽しむことができましたね。もちろんボディーソープもね、すごい香りが本当良かったです。で、風呂上がりは冷蔵庫のインクルーシブ、これですね。丸ごとトマトをいただきます。うますぎて全部一気に飲んじゃいました。そのままですね、丸ごとトマトで本当に無添加で完熟トマトの甘みが凝縮されて、めっちゃ甘い。最高。トマト僕大好きなんで。うまいもん食って温泉にも入ってサウナで整うこともできて、今日は気持ちよくぐっすり眠れそうですね。明日朝から仕事だって思うことなく、妖怪のように朝までグーグーと寝たいと思います。はい、そして朝食はこんな感じのラインナップになってます。左手から右手までこれ画面上に入りきれないほどのたくさんのおかず、ご飯、味噌汁並んでます。真ん中には小鉢ですね。ご飯のお供がたくさんあって、
右上にはお野菜たっぷりの鍋、そしてここ味噌汁、左手には朝からお刺身いただきます。お作りで、これら全部地元の食材ばかり使ってるみたいなんで、お刺身も境港で採れた鯛と白貝ですね。そしてご飯は大山の方で採れたお米っていう風に言ってました。サーモンもいい色してます。いやー、サーモンうまそうですね。いただきます。じゃあ最初は黒文字茶で。なんか独特な本当ハーブの香りがしますね。黒文字ね。でも落ち着く、そんな癖が強すぎないいい香りがしますね。で、朝からいっちゃいます。お刺身を。甘いっすね。しっかり甘い。白貝。鯛は噛み締めるごとに甘みが広がって、白貝はコリコリ食感ですね。さあ、ちょっと上品な甘い味付けがされてますね。卵焼きも可愛らしいですね、カットが。うまい。濃厚な甘み、卵の。そして大山のお米ですね。もちもちですね。ふわふわ。味噌汁はどうなんだろう。なんか昨日の味噌汁とちょっと似た感じなのかな。ちょっとバターっぽい感じがするな。温泉宿の朝といえば豆腐ですね。素材が全部美味しいですね、やっぱね。鳥取はお魚もお肉もお野菜、海の幸も山の幸も豊富に取れる土地ですね。朝からこれだけたくさんのおかずの種類がもう目の前に出てくるだけで、とても贅沢極まりないですね。朝は寝床でグーグーして、学校も試験もないですから。あとそうさん、何か分かりますかこれ。朝は寝床でグーグーですよ。来たもんなるほどね。朝はね、これグーグーできるし、お化けな学校も試験もないんですよ。贅沢ですね。休日に学校も試験もないんですよ。なるほど。ここに来ればそれが鬼太郎と一緒に体現できるわけですよ。僕らは仕事ですけどね。皆さんは完全オフです。はい、でご飯食べてお部屋に戻ってきたら、こんなまたこだわりの地元で作られた工芸品の竹のカゴにコーヒーを入れてくれてます。保温のボトルと、そして下にコップとクッキーもありますけど、でこのコップがね、ここに書いてる白州麺って書いてるんですけど、境港でこの麺を作るのを最近また復活させたみたいなことを言ってましたね。日本でこの麺を作るっていうのはかなり貴重のようで、海外だとたくさんありますけど、海外は薬とか、その人間にとって良くない素材が紛れ込んでることが多いみたいで、もちろんこの境港のやつはそんなことがなく、非常に高品質なもので作られてるものですね。それが表面に描かれてます。で、これ麺で作られたって言ってましたっけ？なんか言ってましたねえ、なんかそんなことも言ってましたね。全てのものにローカルと素材にこだわってます。